篠宮妃紀子様の闇、謎。皆さんは、文仁親王妃、紀子様をご存知でしょうか。紀子様は日本の皇族で、皇嗣、秋篠宮文仁親王の妃です。旧名は、川島紀子です。今回は紀子様の闇や謎について、紐解いていきたいと思います。紀子様は、1966年9月11日、川島達彦、和代夫妻の長女として、静岡県静岡市駿河区の、恩賜財団済生会静岡済生会総合病院にて、お生まれになりました。紀子の父が、アメリカのペンシルベニア大学院に留学したことから、一家で渡米します。紀子様は6歳まで、アメリカ合衆国ペンシルベニア州で過ごしました。1973年、父の達彦が学習院大学助教授に就任したため、一家で帰国し、同年6月、静岡市立中田小学校の1年に編入学します。この後もアメリカ国内で3度転校しています。しかし、翌年の1学期を終えた段階で、父がオーストリア、ウィーン郊外の、ニーダーエスターライヒ州、ラクセンブルクにある、国際応用システム分析研究所の、主任研究員に招かれたため、一家で渡欧します。そして紀子様は、約2年間を同地で過ごします。1977年8月、紀子様はウィーンの、アメリカインターナショナルスクール、オブビエンナ6年に編入します。英語に磨きをかける一方、ドイツ語も日常会話に困らない程度にまでなっていたそうです。引っ越しや転校ばかりで大変だったとは思いますが、語学力がついたのは大きいですね。1979年9月、日本へ帰国します。紀子様は、学習院女子中等科へ編入し、学習院女子高等科に進学します。女子高等科時代には、クラスで選ばれて構成委員を務めました。また、街頭に立ってハンセン病患者をはじめ、恵まれない人たちへの募金を呼びかけたり、身体障害者の人たちが作った、絵はがきを進めたりする活動に取り組んだそうです。運命の出会い。1985年、紀子様は学習院大学文学部心理学科へ入学します。そこで紀子様は運命の出会いをします。1985年4月、学習院大学構内の本屋で、紀子様と秋篠宮様は初めて出会いました。紀子様の父、同大学の川島達彦教授を知っていた秋篠宮様は、非常にお父様の話し方と似ているな、とお感じになり、紀子様も秋篠宮様が友達と話している姿を見て、思ったより気さくな方という印象を受けられたと言います。プロポーズまで。二人は秋篠宮様が結成したサークル、自然文化研究会での活動を通じて親密な仲となり、神奈川県の三浦海岸などで仰せを楽しまれたそうです。そして1986年6月26日、常連だった目白のスナックの帰り道でのこと。紀子様と秋篠宮様が、駅近くの交差点で信号待ちをしていた時、秋篠宮様から、私と一緒になってくれませんか、とプロポーズをされたそうです。プロポーズの返事は、突然の求婚に驚いた紀子様は、よく考えさせていただけませんかと、一旦保留の返事をされたそうです。その理由としては、紀子様は卒業後に、海外の大学院へ行くことも考えていたからだとか。しかし、後に結婚を承諾され、1989年9月に婚約が内定しました。当時、紀子様一家は、3LDK で家賃3万3000円という、学習院大の共同住宅に住み、お宅にはテレビがなかったそうです。そしてこの頃の日本はバブル崩壊直前で、ジュリアナブームの真っ只中。そんな時代に、紀子様の可憐な微笑みを見た多くの人たちは、まだ日本にこのような女性がいるのか、と一様に魅了され、空前の紀子様ブームが巻き起こりました。ですが、当時は同年1月に崩御された、昭和天皇の服も期間中でした。宮内庁の一部からは、この時期の婚約はありえない、皇太子様より先の結婚は好ましくない、との声が上がったそうです。紀子様が平均的な庶民であることから、身分が違うのではないかとの声さえ聞かれたようです。それでも秋篠宮様は、紀子様とのご結婚を成就することを望まれました。両陛下も、皇族の相手の実家は、国民から見て堅実な家庭ならば問題ない、交際が長引いて破談になる方が良くないとして、ご結婚をお許しになられました。そしてお二人は1990年6月にご成婚されました。3LDK のプリンセス、と呼ばれた紀子様は、その先の長い道のりを秋篠宮様と歩むことになります。出産、そして、
翌1991年10月23日、眞子内親王が誕生。1994年12月29日には、佳子内親王が誕生します。2004年からは、皇室典範に関する有識者会議により、女系天皇容認の議論が進む中、2006年2月7日、紀子さまの3人目の解任がスクープされます。その後、2月25日に宮内庁から解任が正式に発表されます。同年7月18日、部分全治胎盤による大量出血の危険性を考慮して、皇族としては初となる、帝王切開による出産が実施されることが、宮内庁より発表されました。いつの時代も出産は命がけですよね。9月6日午前8時27分、紀子さまは悠仁親王を出産します。男子の誕生は夫である、秋篠宮文仁親王以来41年ぶり。これによって、当面の男系断絶は回避されました。なお、夫妻で、国民の役に立つならばと、再対決の提供を申し出ていたことが話題となります。平成から令和へ。その後、紀子さまは海外や日本国内でも様々な活動をされてきましたが、2019年5月1日、徳仁親王の即位に伴い、年号が平成から令和へと移ります。夫の文仁親王は皇嗣となり、自身は皇嗣となります。天皇の退位等に関する、皇室典範特例法第5条の規定により、皇嗣妃となった2019年5月1日以降、皇太子妃と同等の待遇とされています。同年10月22日に行われた、金城天皇の即位礼正殿の儀では、皇太子妃と同等の装束で参列しました。紀子さまの暗い噂。ここまでで紀子さまの今までの経歴を、ざっと振り返ってきましたが、実は紀子さまには、ネット上で様々な噂が飛び交っています。あくまでもネット上での噂なので信憑性に疑問はありますが、どんな噂なのかを見ていきましょう。まずは紀子さまの性格についてで、したたかで怖いとネットでざわついたこともありました。紀子さまは、好きになった人がたまたま皇族だったと発言されています。しかし、実際は皇族になりたかったのではないか、だから秋篠宮殿下に近づいたのでは、と不穏な噂があります。次に笑顔が怖いという噂です。若い頃の写真を見ると、紀子さまの笑顔は自然で可愛らしいです。しかし、無理やり作ったような不自然な笑顔を見せていることから、ネット上で笑顔が怖いなどと言われてしまっています。それでもお綺麗なことには変わりないのですがね。さらに驚きな話なのですが、紀子さまには中絶の噂があります。実はこの噂、紀子さまと秋篠宮さまが結婚された時からあるようです。当時はネットが普及していませんでしたが、関係者から口コミで噂が広まっていったそうです。そして紀子さまの堕胎のことで、いくつかの話が今も残っていました。例えば、紀子さまは2回堕胎されたと、目白か高田馬場近くの医師が話していた。紀子さまは2度も堕胎を余儀なくされた。そのことを紀子さまの父親の川島教授が、両陛下に苦情を申し上げたことで結婚が決まった。紀子さまは学生時代、秋篠宮殿下に3回中絶させられて、親が皇室に嫁がせないと暴露すると怒っていた。昭和天皇の喪中にもかかわらず、結婚を早急にしなければならなくなり結婚会見を開いた。ただし、これらのものは全てあくまでも噂レベルです。このような噂が出てきた背景には、学生時代、いわゆるプレイボーイだった、秋篠宮殿下の女性関係の派手さから、そこから紀子さまに飛び火したようです。文春砲、紀子さまのパワハラ。ここまではあくまで噂の域だったのですが、これが表面に出てくるとなると話は別です。実は、かねてから秋篠宮家の元料理番による、暴露報道が出ています。その元凶は何と言っても紀子さまのパワハラです。それには、紀子さまの厳しい物言いや料理へのチェック、そんなことから、ご難波と呼ばれることもあるという秋篠宮家。離職者は、後を絶ちません。令和になってから、なんと1年間で、5人も依願退職している年まであります。皇嗣職給務官は、定員は10人で宮内庁職員のほか、各省庁からの出向者で構成されています。その中から5人は極めて異例のこと。かつては、料理人が週刊文春2015年7月9日号で、次のように内情を暴露しています。おそらく私などは落第だと思いますよ。ただ、宮遣いを一言で申し上げるなら、ブラックバイトのようなものですよ。口はばったいことを申し上げるようですが、一流の料理人が勤める場所じゃない。厨房に一人きりのことも多く、牛丼屋じゃないが、まさにワンオペ状態なのです。正直言って、この文書は表の歩みを書いたに過ぎません。
この25年の間、奥では実に多くの職員が宮家を去りました。単なる人事異動ではなく、心身のバランスを崩すケースも多々あったのです。さらに、宮家の実情をよく知る秋篠宮家関係者は、こんな話をしています。お蕎麦で使える料理人や次女に、妃殿下から直接お叱りの声が飛ぶのは日常茶飯事です。紀子様が無言のまま、人差し指一本で指示されることもある。現在、秋篠宮家の職員の定員は18名、他部署との併任職員が3名いますが、ご一家5人をお世話するには小さな所帯で、一人当たりの負担が大きい上に、両殿下と職員の距離が近いのです。みんな、ダイレクトな仰せに精神的に参っているのです。さらに、職員の中から命を自ら絶つ者も続出しています。その環境とはいかなるものなのでしょうか。紀子様は、悠仁を立派な天皇にするため、あえて嫌われ者になっているのですと知人に嘘吹いているそうです。もちろんこの発言は、ご自身のパワハラを正当化するための言い訳なのかもしれません。パワハラ話はこれだけにとどまりません。週刊誌などでたびたび話題になっていますが、秋篠宮家付職員が自己収束する率というのは異常に高いのです。すでに報じられているように、3名の方が亡くなっています。秋篠宮家付護衛官、47歳 T 氏、2004年、秋篠宮家付護衛官、58歳 K 氏、2005年、皇居護衛官、19歳 N 氏、2006年、いずれも、2004年から2006年に集中しています。実はこの原因について、当初は、まさか紀子様のパワハラが、という声が宮内庁内でも囁かれたそうです。くしくも紀子様のパワハラ問題も、週刊誌を賑わせていましたが、さすがのメディアも、パワハラが原因で、とまでは書けなかったようです。紀子様と雅子様の不仲説。紀子様といえば、現皇后陛下の雅子様と仲があまりよろしくない、と以前から言われています。色々と対照的なお二人で、圧力やライバル視し合っている、という話も。実際のところ、どうなのでしょうか。雅子様がある会合に出られて、久しぶりに笑顔を見せられていた時に、紀子様が雅子様に、私は病気ではありませんよと発言された、という話がありますが、雅子様からその後しばらく笑顔が消えたそうです。なぜこのような発言があったのかは詳細はわかりませんが、雅子様が紀子様を牽制するような発言があったとも言われます。なぜお二人の仲が悪いのか、本当に悪いのか、気になるところです。きついお言葉は上皇后様にも。紀子様は相手がどんな立場の人であっても、時々信じられないような言葉を吐かれることがあるそうです。秋篠宮家の次女、佳子様が学習院大学から ICU に移られ、新1年生が参加する1泊2日の合宿に、タンクトップにジーンズ姿で現れた時、佳子様にはファンがついており、お化粧法、服装など細かくチェックされています。この時のファッションも、たちまちネットに溢れたそうです。その頃、ある会合で美智子様は紀子様にこう注意されたと言います。少し控えめに、国民の皆さんに不快な感情を与える恐れのないように、皇族としての立場から、美智子様が言わんとしていることもわかります。ところが紀子様は、もう時代が違いますからと返されたと言います。両者の言いたいことはわかるのですが、目上の人に対しての言い方としてはどうなのかな、と思います。その発言はどうかと。また、別の機会に、周囲から悠仁様の教育について助言されたとき、紀子様は、私はこれから皇后になる人です。皆さんにどうこう言われる筋合いではありません。ときしゃりと言い放ったそうです。皆さん、平民に、とも言われたとも言います。それは言ってはいけないと思うのは私だけでしょうか。紀子様は以前、周りから指摘されると、わかりました。そのようにいたしますと応じられていたそうです。それがこの数年で変わられたように感じます。嫌なことを言われると、すぐ横を向き、舌打ちされるようになったそうです。まさかの舌打ち、これはびっくりです。紀子様の辛労。紀子様の数々の発言にはびっくりですが、そんな紀子様にもすごく辛労はあるかと思います。例えば長女眞子様。一時期テレビでも話題となりましたが、小室圭さんとのご結婚で様々な問題がありました。こう思う母親の気持ちを考えると、すごく辛労が溜まっていたのではないかと思われます。そして天皇陛下の王女愛子様が、20歳になられた時から、たびたび話題になっている皇位継承問題。女性皇族の皇位継承を認めるかどうか、という話ですが、先に、私はこれから皇后になる人です。と発言をしている紀子様だからこそ、この問題がどうなるのか気がかりでしょう。
世論では、愛子さまが天皇でもいいではないかという、女性天皇を認める意見が多いです。共同通信の調査によれば、なんと 85% もの国民が、支持していると言います。この結果を聞いて、紀子さまはどんな思いをされているのでしょうか。あなたは、この秋篠宮妃紀子さまの動画を見て、何を思いましたか？紀子さまが大学生時代、秋篠宮さまにプロポーズをされた時に、場所が駅近くの交差点で、しかも信号待ちをしていた時、さらにはスナック帰りという状況で、正直このシチュエーションでのプロポーズはどんな気持ちだったんだろうと思います。皇后雅子妃との不仲説が有名ですが、紀子さまは皇嗣妃という立場、やはりいずれは皇后になるんだと、思っていらっしゃるのでしょうか。そして未だ解決していない皇位継承問題に対して、どんなお気持ちなのでしょうか。ここには深い闇があると思います。舌打ち事件や雅子さま、美智子さまに対する発言も注目されることがありましたが、イライラしていたのでしょうか。おしとやかなイメージがある紀子さまなだけに、その発言の裏側が気になります。また、週刊誌に暴露されたパワハラについてですが、実際にたくさんの退職者や、亡くなった方が出ているくらい、ひどかったのだろうと想像できます。なぜそこまで追い込むことになったのか、紀子さまの心の闇が深そうです。笑顔が怖いと言われる紀子さまですが、皇族という立場だからこそ、いつも笑顔でいらっしゃるのはすごいと思います。辛労は多くあると思いますが、いつまでも笑顔を絶やさないでいてほしいですね。